裏では警察とヤクザが癒着してるとかつながってるとかって、ああいうのって実際見たことですか？これはもう時効でしょうからいいんでしょうけど、ずっとこう持ってで相手が出てくるのを待ってでやるのかやらないのかって、偏見って絶対にこれ治らないと。この世の中から偏見をなくそうなんていうのはこれは絶対に無理なんですね。俺でも頑張れてますよって。要はもともとヤクザもそして刑務所の全部で8年も行った人間。では本日は、元ヤクザの組長で、現在 YouTube や建設業をされている、湯山信也さんにインタビューさせていただきます。では湯山さんよろしくお願いします。はい、湯山チャンネルの湯山と申します。よろしくお願いします。早速ですが、はい、湯山さんは、もう全国でも、暴力団が、3番目に盛んな福岡県で、なんと組長をされていたとのことなんですが、はい、どういった生い立ちでどのような経緯で暴力団に入られたんですか？ですね、もともとその暴力団に入った経緯といいますと、もともと僕建設業でその大工さんの仕事をしてたんですね。でこれが中学3年生の時で、中学3年生の時に、大工を始めてそこから少年院に行ってまた、少年院から出てきた時に、また大工を始めたんですけど、腰をちょっとぎっくり腰でやっちゃって、でその前からもともとちょっと心臓が悪い時があって、で不整脈があるんですよ。はい、でちょうどその腰のやった時に不整脈も一緒に発作が出てしまって、で肉体労働ができなくなったんですね。はい、でその時にちょうどこう憧れてたなにわ金融道の南の帝王ってあるじゃないですか。あれにめちゃめちゃ憧れてたんですよ。でそれで、じゃあ金融屋をしたいと。で普通の金融屋ではなくその憧れのその闇金融に、入ったところがまさかのヤクザの組長の会社だったっていう。恐ろしい会社だったそうでそこからその組長と出会って、でそこの組長にいろんなものを見せられて、もともと僕は、暴走族してた時っていうのはヤクザが嫌いだったんです。そうだから絶対にヤクザにはならないって思ってたんですけど、その組長にちょっと見せられてしまって、でその18歳の時に、もう都政入りをしたっていうのが経緯ですね。見せられるってことはやっぱりそれなりに男気が何かカリスマ性魅力的だったんですよね。魅力的だったんですか？でその時ってまだやっぱり僕そのもともと昭和の生まれでやっぱりその暴走族の時とかも血気盛んだったんですよね。でその当時のその組長っていうのもめちゃめちゃイケイケだったんですよ。もうとにかく武闘派でそこが僕にこう合致してしまって、でそこに見せられたっていう。なるほど、そういった感じなんですね。ちなみに暴走族とかやられてたってことはもともと結構じゃあ不良行為など。そうですね。もう中学小学生の時からもその憧れがあって、もともと僕の実の兄貴も、暴走族だったんですよ。でそれに憧れてて、で結局小学校からなんかこうタバコとか吸い始めて、もう中学高校の年代でもうバイク盗んだりとか、っていうふうな感じです。そうなんですね。じゃあ不良少年がなにわ金融道を呼んでそういった仕事をしたいと思って。そうまあ必然ですよね。そうですね。なるほどなるほど。ちなみに暴力団っていうのはまたそこら辺のヤンキーとか暴走族とかレベルが違ったりするじゃないですか。暴力団って実際どのような活動をされてる？ですね、これは世の中でいうと例えば暴力団っていう呼び方が定着づいてると思うんですけど、この暴力団っていうのは警察が世間に悪の根源というふうなこう意味合いの形で名前を付けてるんですよね。だから暴力団をしてる、一般的に暴力団と言われる人たちっていうのはヤクザっていう生き方をしてるんですよ。またもともとその僕自身もヤクザですし、で、そのヤクザの生き方っていうのがあって、そのヤクザの生き方に関しては古い言葉で言えば、強きをくじき弱きを助けるっていうふうなのが生き方なんですね。でその中でのどういうことをしてるっていうふうになると、これはいろんな部分があるんですよね。例えばしのぎ、いわゆる、自分の稼ぎですよね。どんな仕事をしているのかっていうふうなのも、いろいろありますし、例えばどういう生き方をしてるんですかというふうなのもあれば、組織上ではどういうふうな動きをしてるんですかというものもあれば、いろんな部分があるんで、例えばどういった部分を聞きたいですか、逆に。具体的にしのぎと言われるものっていうのは漠然と素人がイメージつく範囲では、
なんですかね、薬を売ったりだとか、あとはその、例えば風俗のトップになんか裏にはいるみたいな都市伝説があったりするじゃないですか。そういうところで、あとは、ここの地域で飲食店を開くには、上になんか許可を取らないと潰されてしまうみたいな、そういった漠然としたイメージがあるんですか？もうそれはおっしゃる通りです。おっしゃる通り。覚醒剤とか、いわゆる薬物関係に関してはもう暴力団いわゆるヤクザが仕切ってないとできないしのぎですね。で、それでいわゆる例えば風俗関係もう今で言うと風俗関係はだいぶ緩くはなりました。でも当時で言うと風俗関係のバックにヤクザがついてないとできない時代でした。今はそれこそ本当に暴対法が緩くなったんで、もうそういったところと付き合いするとその店が摘発されるというふうな形になるんでだいぶ緩くはなったんですけど、それにプラスして、地元の飲み屋さんであったりとか、繁華街ありますよね。そういうところも暴力団が面倒を見てないとできませんよ。でもし、見ないのであれば嫌がらせをされますよとか、そういったのもありますし、でこれは今聞いていただいた分に関してで、それと別でやっぱり恐喝がメインの人もいれば博打がメインの人もいれば、もういろいろです。これは特に今の時代で言うとオレオレ詐欺とかそういったのもやっぱり詐欺も結構しますし、時代の流れによってこのしのぎもやっぱりいっぱい変わってきます。そうなんですね、その時の時代に合わせたビジネスセンスで、そうですそうです。でやっぱ稼ぎっていうのはどういった仕事が特に一番儲けだったりしたんですか？僕はちょっと扱ってはないんですけど、やっぱり覚醒剤その薬物に関してはやっぱりすぐにお金になるんで。でやっぱりその、これはそのヤクザの方を批判するわけではないんですけども、僕もそこの、都政のにいた人間としてやっぱり言えるのは覚醒剤イコール、すぐにお金になるっていう部分なんで、経営センスがあろうとなかろうと覚醒剤って売れるんですよ、お客さんさえいれば。だから日銭になりやすいんですよね。だから先のことを見通さずにすぐにお金になるんで覚醒剤っていうのは扱いやすいっていう。なるほど、覚醒剤を売って日銭を稼いで、やりくりしているというヤクザの方もいらっしゃるんです、の方が多いでしょうね。特に今のそのヤクザの方でいうとやっぱり覚醒剤かそうね、詐欺関係も多いですよね。っていうのがその今の時代はって僕が言葉で使うじゃないですか。今の時代のそのヤクザ気質と昔の時代のヤクザ気質っていうのがちょっとやっぱ変わってきてて、っていうのが今やっぱり暴対法っていうのが厳しくなって、で防廃条例っていうのができたんですね。でこの防廃条例でやっぱりその建設会社等がヤクザとつるむことがもうできなくなったんですね。でいうのがなんでそれが困るのかっていうと、昔は、男気であったりとかヤクザの生き方、いわゆる器量人徳で仕事が入ってきてたんです。要は建設会社の方でもその飲み屋の方でも何か問題があると解決してもらいたいと。で親分に連絡すれば、間に入ってもらえばその問題が解決するっていう時代があったんですよ。今それがもうできないんですね。結局それをすることによってその建設会社の社長であったりもしくは別の会社の企業の社長連中が摘発されちゃうんですよ。だからもうつるめないんですよ。でそこに結局そのヤクザに入ってきてた、要は器量がある親分たちに、入ってきたしのぎがもうできないって状況になったんですね。だからちょっと今のそのヤクザ気質と昔のヤクザ気質のがすごくちょっとかけ離れ始めた時代に入ってるんですよね。そこで、もう限界を感じて、違った活動にシフトされていった。そうですね。僕の場合はね、それもあります。いろいろそのきっかけっていうのはいろいろあったんですけど、最後の刑務所に行く時に僕が破門されたっていう事情があって、でその時にもその破門されたと同時に、事件もちろん僕が事件を起こすわけじゃないですか。で、その時に3名ぐらいのその企業の社長の方々が摘発されてたんです。僕と付き合いをしてるだけで。でそれで指名停止っていうことで、建設業の許可を、建設業の許可というか公共工事とかそういったものに参入されなくなって大手からも仕事を切られたりしたんですね。そういったのもいろんなそのきっかけがあるんですけど、一部としてそういったものもちょっともうそろそろヤクザとして生きていくのは厳しいかなというふうな部分で、抜けたっていうのもあります。なるほど、ありがとうございます。
でもなんかヤクザとして、活動されていた最初の頃はやっぱりそのボスのカリスマ性など、統率力などに憧れて、入って、で何かのビデオで見たんですけど、指も切られてたじゃないですか。そうですね。それはどういった経緯で指とか。これはですね、この指ももう欠損してるんですけども、これ僕がその憧れた組長に対してすごく好きだったんですよ。だからヤクザが嫌いだって言ってたにもかかわらず、僕はヤクザの道に入ってしまったんですね。で、その組長にすごく見せられたって言ってたじゃないですか。でその組長がとにかく好きだったんです。でとにかく好きでしょうがなかったのにもかかわらず、その組長に対してちょっとした僕が嘘をついてしまったんですね。でそれでなんかもうその自分のその親父って当時は言ってたんですけど、その親父を裏切ってしまったっていう、その自分自身が許せなくて、で、ヤクザっていうのはそのけじめとして小指を取るっていうのが昔からのその習わしなんですよ。でそれがどうしても自分自身が許せなくて、それで指を落として親父のところに持ってって「申し訳ありません」と「あの辺に関しては嘘をついていました」と、もちろん怒られました。これに関しては落とすような話じゃなかったんで、そういった経緯で、落とすようになりました。なるほど。普通に例えばなんか嘘をついて相手を傷つけた時ってやっぱり罪悪感とかを感じるんですけど、例えば自分は家族であっても恋人であっても、指を落としてまで、しかもそこまでの嘘じゃないことで嘘をついてしまっても、そこまでしようっていう覚悟はやっぱ起きないのですが、やっぱ、ヤクザ同士の絆っていうのは一般の人が考えている以上にやっぱものすごいものなんですかね。ヤクザのその絆っていうのは実の兄弟よりも実の、家族よりも、強くあらんといかんっていうのは昔から教えられましたね、僕は。そうなんですね。家族以上っていう、血のつながり以上っていうふうに僕は教えられてきました。なるほど。ありがとうございます。暴力団ということで、縄張りがあったり、いろいろ抗争があると思うんですが、抗争する時のきっかけとかってどんな感じで起きることですか？抗争する時のきっかけっていうのはもう本当些細なことなんですよね。それが言うたら抗争するにあたっての抗争になるまでの、きっかけがあるのか、それともちょっとした小競り合いで、言うたらちょっと飲み屋でちょっと向こうの人と、ちょっと向こうの席の人と喧嘩になりました。でそこでバチバチっとこうなんですかね、殴り合いになります。で殴り合いになった後にまた相手の事務所にの、発砲しに行きますとかっていうのはすぐに終わります。鎮火します。これに関してはちょっとしても抗争で終わります。でも例えばこれが、跡目争い、要は、一番上のトップが跡目をこう変わる時があるんですね。で、ちょっとこれ難しい話になるんですけど、一番上が、次の、理事長に跡目を取るって、渡すっていう風になった時に、その前の人たちってみんなこの一番上から杯を渡されてるんですよ。でそこで、親としてこの人が一番上にいるわけですよね。でもこの2番手が一番上になる時って、この会長が2番手に譲るってなった瞬間はまだこの2番手の人から杯を渡されてないんですよ。このちょっとの間だけ子じゃない時代があるんですね。その時に、その下の人間たちはこの人に対して2番手のもともと2番手だった人に対して杯がないからお前のその杯は飲めないと。で、組を出るとかっていう風なのができるちょっとした隙間があるんですよね。その時に一番大きな抗争が起きやすいです。そうなんですね。じゃあヤクザ内での勢力争いで起きるって時が一番大きい。一番大きいです。でこれに関してはなかなかそのよその組織がどうこうその言えない間に入れないっていう事情も結構あるんですよ。そういう時はなかなかやっぱりこれは鎮火しないです。そうなんですね。じゃあ実際その抗争の争いに巻き込まれたり、あとは仲間が、撃ったり撃たれたりしているところってご覧になられたこととかってあるんですかね。僕がいた間でいうとその大きな抗争はたまたまなかったんですけど、でもその僕のそのついた親父っていう方がちょっと気がすごい荒かったんですね。本当に武闘派だったんですよ。なので、その組長と一緒に家計の話になる時にこれを持たされる時に関しては10何回かありましたね。もう緊迫した状態完全に。
だから、ずーっとこう持ってで相手が出てくるのを待ってでやるのかやらないのかっていうサインがあるんですよ。そのサインをずーっと見てずーっと緊張した状態で待ってるっていう時は10何回かありました。それは10何回、それはねやっぱりねすごい緊張しますよ。だって初めてなんで、そうですよね、やるかやらないかでそれで僕の人生ってもう結局終わるわけじゃないですか。何十年という刑務所に行かないといけないんで、でもそれがそのサインで決まるわけですよ。めちゃめちゃ緊張しますそれは。まあよく都市伝説とかである話なんですけど、まあ裏では警察とヤクザが癒着しているとかつながっているとかっていうことって聞いたりするんですけど、ああいうのって実際見たこととか聞いたことあります？これはもう時効でしょうからいいんでしょうけど、これねなんて言ったらいいのかな、もちろんつながりはあります。ただ、警察もあくまで会社員と一緒なんで、もちろん国家公務員なんですけど、まあくくりで言うと、まあ、あくまで会社員なんで、まあもちろんその暴力団からいろいろな情報を聞かないといけないんですよ。だから暴力団側よりのに見せかけておいて、どんどん情報を得てで、警察の情報もどんどん得るっていう風なのもありますし、時代でいうと僕がまだ20歳もなってないから18前後ぐらいかなの時はよくその自分の組長のところに、警察の方が来てました。で、お金も借りたりもしてました。だからそういった部分で結局義理をかけさせていろんな情報を得るとかっていうのもやっぱりありました。それは。ああ、そうなんですね、そうやって、まあ、スパイとかじゃないですけど、そういった情報を交換したりして、うまいことやってましたやっぱり。それはでももう僕が18ぐらいなんでもうかなり古い話ですけどね。今はもうちょっとまあもちろんその付き合いをしている方はいるでしょうけど、でもそこはちょっと、明確性が僕もちょっと言えないんで今の時代はですね。でも昔はやっぱありましたね。癒着はめちゃくちゃありました。なんかもうバレてしまったらとんでもないことに、そうですね、そういった意味で、防犯条例排除条例などがどんどん厳しくなっていって、どんどん暴力団ってやっぱ弱体化していってるじゃないですか。それによって逆になんかまあ半グレだとかいう新しい組織が出たり、あとは海外の人たちが入ってきて、まあそこでアジトを作って悪さをしたりとか、まあ暴力団が排除されることが必ずしもだから悪いことだけではないとは思ってるんですけど、そういった点に関してはどのようなご意見？やっぱこれはこれねちょっと言いにくい部分があるんですよね。そうせざるを得なかった世間のその見方っていうのがあるんですね。これはちょっととある組織の名前を出してしまうようになるんで、ちょっとこれはちょっと言葉にはちょっと気を使って喋らないといけないんですけど、要は、暴力団の方々がやっぱりむちゃくちゃすることでやっぱりそれが世間的に警察は何をやってるんだってやっぱなっちゃうんですよ。そうなってくると警察も動かざるを得ない。要はね、例えば暴力団の方々が、ひっそりとそのやってれば別にそうなることもないんですけど、結局じゃあ仇の方々を、食い物にしてめちゃくちゃそこをしてしまうと、やっぱり警察としても威信にかけて仇の方々一般の方々を守らないといけないという背景ができてしまうんですよ。だから、警察も、その自分たちのその警察という国家権力に、負けないために暴力団をとにかく追い込むっていう風な作戦をしないといけない時代の背景っていうのがあったんですよね。これはだから結果論として、やりすぎじゃないのかっていう方々もいます。でもその時代にやりすぎた暴力団の方々もいるっていう、そうせざるを得なかった背景があったっていうのも僕は否めないのかなと思います。なるほど。まあそれによって、例えば暴力団を引退した後でも半グレですよね。半グレになってしまったり結局戻ってしまったりすると思うんですが、どのように社会が変わっていけばそういったことがなくなっていくと思いますか？これはすごい難しい問題ですね。言うと人間のその潜在能力の中に、善と悪どっちが栄えるかっていうと悪の方が栄えるんですよ、どうしても。例えばこれが100万円のお金なら着服しないけど1億のお金やったら着服してしまうよねっていう部分と、類似した部分があって、やっぱどうしても政治の世界にしてもどうしてもその
悪の方向で考えないといけない、なんていうんですかね、そういう悪い部分を持ってないとうまくやっていけない部分っていうのがあるんですよ。どうしてもクリーンだと、物事がうまく運ばないっていう部分があるんですね。なので、まあこの半グレを、じゃあどうやって直していくのかっていうと、これは多分結果が出ないと思います。どう考えても。なるほど。うん。例えばですよ。はい、じゃあ、そのヤクザを引退した方々、ヤクザを辞めた方々が、反半グレ勢力を作るってなるとまた別でしょうけどね。そこが、また戦うようにはなるんでしょうけど、でも、やっぱり悪っていうのはどうしても栄えないんで、これからその日本の社会において、犯罪が少しでも減っていくのかっていうと、なかなか減る、日本ではないのかなとは僕は思いますね。まだまだ増えていくんじゃないかなと思いますよ。トカゲの尻尾切りじゃないですけど、まあ、暴力団が厳しくなったら他の勢力、でそれもダメだったらまたって感じでどんどん出てくるっていう、と思います。それの繰り返しが、ありがとうございます。暴力団を長いことやられて、良かった点や悪かったことなどってありますか？まあこれはその個人論なんでしょうけど、僕その自分がやってきたことに対してあんまりその後悔はしない性格なんですよ。なので、やっぱりその僕のその親父について、そしてその親父って呼んでる方の親分が、その組織の一番トップだったんですね。だからそこの一番トップの方にもつけていただいたりして、いろんなことをやっぱ学ばしてもらいました。所作であったり、一つ一つの行動でこういった時にはどうしたらいいのかとかっていうふうな、そのいろんなその本当に親分連中の話を聞かせていただいたんで、まあそういう部分に関しては本当にこう人が経験しない部分の背中っていうのはいっぱい見せてもらったんで、そこに関してはねやっぱり勉強になりましたね。本当に見れない世界っていうのを本当に見せていただいてたんで。で、まあ後悔という、まあメリットデメリットっていうと、デメリットに関してはもう考えたことがないです僕は。結局じゃあヤクザを辞めました。で、その13年目で、12年目かな、12年目か13年目でちょっと脱退しようっていうことを決めて、で15年目で、もう暴力団を、まあ、脱退したんですよね。まあ、刑務所を出てきたと同時に。で、それでその時にはもう堅気になって一生懸命生きていこうっていうもう進路がしっかり出来上がってたんですよ。で、僕はそのもともと犯罪者でその犯罪を犯してきた中でその偏見を受けるのは当然と思ってるんですよ。でも当然じゃないと思ってる人たちもいるんですよ。要はもう泥だらけのその作業服を着てるわけですよ。で朝6時ぐらいに起きて、でそういったその活動というか、まあ当たり前の生活を批判する人たちもいっぱいいるんですよ。もともとヤクザもん、そして刑務所の全部で8年も行った人間、そんな人間でも今一生懸命こうやって立ててますよって頑張れてますよっていうのを、そういう人たちになんかメッセージを送りたいなっていうのがあったんですね。